Radio. 遠い地平線が消えて深々とした夜の闇に心を休めると新製品が勢ぞろい。ヨドバシカメラ。携帯電話は新規契約機種変更。豊富な機能。ご相談ください。全部お任せください。健康チェックにスマートウォッチの上で電動自転車は試運コースでお試しの上お求めください。お店でもネットでも豊富な品揃え。なんてったって安心楽しい京都のヨドバシカメラ。はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル。やっと Amazon で再販された。はい、これメーカーは読めないんですけども ZWS-700。はい、Bluetooth とラジオとそれと SD カードが使える。はいはい、FM とかね、短波とか中波とかね、いろいろ使えるやつですわ。説明書が日本語のやつが入ってるんでね、ちょっと見てみますね。はい、取扱説明書を見てみると、受信できるバンドと周波数並びに最大メモリチャンネル数を、書いてますということで、AM、522kHz から 1620で、メモリーが20個で、FM が76から108かな。メモリー数が20、それと、短波、それが 5.70MHz と 17.9 のメモリーチャンネルが70、すごいな。それと WD、 これがね、よう意味分かれへんねんけど、北米の、天気予報放送いうのかな、気候放送いうのかな、はいはい、それが受信できるのかな。受信できるでも北米まで行かなあかんのかな。それかこの辺でもできるのか。はいはい、そこらよう分かりませんけども、入ってるのがこんな感じですわ。ストラップと充電バッテリーと、それと本体と、で外部アンテナね、要は FM なんかでね、T バーアンテナみたいなのあったやつね。それと、コード、充電コード、これはね USB の C タイプかな。はいはい、それが入ってます。で、一応ね、バッテリーの方は一度開けたんでね、充電はしています。充電の方はだいたい3、4時間で満充電になるいうことで、最初だけは6時間程度充電してもらうのがおすすめって書いてますわ。それと、これどれぐらい持つんやろ。そこらちょっと全て読んでないから分からへんけど、モードスイッチのとこに、電池のインジケーターがあって、減っていく残量はね示されてるんで、まあラジオやし1日持ち出しても全然ね、はいはい、全然大丈夫や思うねんけども、はい、こんな感じですわ。重さがね、以前のやつフルメタルボディのやつね、あれが 240g やってんけども、これどれぐらいやろ、 200g ぐらいから200切ってるかもしれんけどもね、ちょっとね持った感じが、はい、それと質感がね、やっぱねメタルいうとプラスチックいうのとね全然感じがちゃうねんけど、常時持つんやったらやっぱ軽い方がいいんやけどもね、はい、持った感じはやっぱし240の重たい方がずっしりして持ってるなあいう感じすんねんけどね。はい、そしたらね、横がね、ラジオと Bluetooth とそれと SD カード、はいはい、それのね、使い分け、ちょっとね指が太いんで細いやつでね、ラジオでこれ Bluetooth でこれが SD カード、その3つがここの横でね切り替えできるようになってます。はい、それとね、これがチューニングね。でこれがボリューム、これが使いづらい。ここ指が入れへんからね、あれなんやろね、あまりすぐ触れるとこにあったら急に音大きなったりしたらいけないんで、触りにくいとこにボリュームあるからめっちゃ触りにくい。はい、それとこれが、電源ね。でこれメモリー入れるやつと、
これがバンドの切り替え。AM とか FM とかそれとか短波ね、そういうの切り替えね。それと、ダブルなんとかね。はいはい。それがね、これで切り替えるようになってますわ。それ以外って何やろ。それ以外って別にあれかな。説明するほどのこともあれへんやろし。まあ見た感じこのフルメタルボディのやつと今持ってるやつね、このラジオ付きのやつ、デザインがねよう似てるんですわ。ほぼ丸っぽ。はい、どっちがパクリなんやろなってね。スピーカーのそのね横のラインも一緒やし、フックのついてる部分も一緒やし、位置もねスピーカーちゃうわ、ボリュームの位置もまあそのボリュームの形は違うんですけどもほぼ一緒。これどっちがパクリなんやろ。はいはい、よう分かりませんけどもね。はい、色はね一応ね他の色もあったんですけどもなんかデジタルメーターになっとったし、で使い勝手がどうなんやろ。いろいろあれかな、いろいろ短波も入るんかな、よう分からへんかったんで一番人気の方、はい、それを買ってみました。5400円やったかな。はいはい、再販されてねちょっと前ねちょっと探してんけど全然なかったんで、はいはい、よう探してくださいね。なんか結構ね1万円ぐらいのとこもあるみたいなんで、はい、5000円台でね今売ってるんで。それとねチューニングのこのダイヤルの上に、ここにもねモードスイッチがあって、照明を切るとかね、それとかこれはあれかな、あれもオートオフ、70分のね70分経ったら切れるやつね、それもそこで設定するんやったかな。はい、そのスイッチがついてますわ。まあこれぐらいの小さいねラジオやったら、まあキャンプなんかでソロなんか特にね、焚き火の火を見ながらFM じゃなくして AM で、はいはい、なんか懐かしいねラジオ番組を聞きながら炎を見ながらっちゅうのがええんちゃうかな。スマホやったらねどうしても画面見てしまうし、はいはい、それやったらねせっかくの焚き火してんのにいうことでね、はいはい、ね、なんかこんな感じで炎を見ながらソロでキャンプ、昔のことを思い出す。若い頃はよかったな、ようモテたな、全然モテへんかったなみたいな、はいはい、そんな思い出しながら、はい、それとねこれはあれですわ、外部アンテナいうんかな、アンテナをへっこましたままで使えるんでね、はいはい、昔の T バーアンテナみたいなね FM のそんなやつをうちの家ね鉄痕キンコリートなんでね、ちょっと電波の入り悪いんで表に持って行ってないんですけども、これ表に行ったらはいはいむちゃくちゃよう入るんかな、はいはい、よう分かりませんけどね。はい、それもついてますわ。まあ表でね聞くのがほとんどやるし、まあ外部アンテナもそんなにつけることないんちゃうかなってね思ってるんですけど、はい、それにBluetooth ZWS-700 やったかな、それにねペアリングさせたら、はい、すぐペアリングするんでね、はい、それとスマホのアプリでね音楽探して、はい、簡単に聴けますわ。はいはい、家でおったら、ラジオのスピーカーとしてね使えるし、まあね普通に使うんやったら十分聴ける音やけども、ちょっとねハイパワーにするいうかね、大きい音にしたら音割れますわ。
やっぱボディ自体があれなんかな、それかどうなってんのかね、よう分からへんけども、音が割れたりします。まあそんなでかい音でね、夜中につけるのもね、ちょっと迷惑な話なんやけども、それとね、ちょっと説明忘れてんけども、充電する充電ポートと、それと SD カードの突っ込むとこ、それも裏からありますわ。みんなね、むき出しなんでね、防水は効いてません。それとこれがストラップ。ストラップのね、色がね、なんかいいなーってね、思ってるんですけど。それとね、やっぱね、買ったままじゃなくして、ちょっとなんかね、使いづらいないうとこは、改造してみようかないうことでね、このね、やっぱね、ボリューム、これが回しにくいんですわ。それがちょうどね、これ、何やったっけ、カメラのね、なんかアダプターみたいなね、他の方法で使ってたやつがちょっとあったんで、これもっぺん、再度分解して、ボリュームに使えへんかなって考えています。いかがでしたか？ジジイの新しいラジオ、それに Bluetooth と SD カードが使えます。参考になりました？次回もよろしく。そんなんでね、早速ボリュームを変更しました。まあ今までついてるやつのちょっとネジ外してね、で上からかぶせて、でネジで留めて、こんな感じでね、ちょっとは動きやすくなったんかな、使いやすくなったんかな。ちょうどね、チューニングダイヤルの色とボリュームがね、一体化になって、デザイン的にもこちらの方がいいんちゃうかな。こういう感じでね。これがですね、熊本は栗がとっても有名で、熊本産の渋皮栗を、大きな渋皮栗を入れたみたらし。それとね、次回の予告なんですけども、1週間後になるか2週間後になるかね、ちょっとわからないんですけども、シェラカップですわ。ちょっとね、新しいの買ったんで、それをちょっとアップしていこうかなって思っております。こうご期待。インスタの方もやっております。ジジイ_70。ジジイは72歳。おおきにおやすみ。